NICT の鳥沢と申します。ちょっと全然違う話から入って恐縮なんですけれども、被災地いろいろ回ってまして、今回の震災というのは未曾有だということだと思うんですけれども、これに似た話ってどういうのがあるのかなというのをちょっと考えたところなんですが、1940年にドイツがイギリスを攻撃したと。でその時に津波ではなくて爆撃が山のようにイギリスにやってきたんですね。でその時にイギリス側では戦闘機というのはごくわずかしかなかったということで、それをいかに効率よく使うかという話が非常な焦点になったというわけです。で当時は原始的なレーダーしかなくて、いろんな方々から上がってきた観測情報等々もですね、地図上に人手でプロットしていたと、そういったような状況があったと。でこの辺非常に頑張られて、でさまざまな情報の集約の仕方ですとかなんとかといったようなものを、イギリス中に電話等々を使って連絡網を発達させてうまいことやったと。で結局ドイツを諦めさせることはできたわけですけれども、そこのところで膨大な努力を払われた。でもう一つ、物理学者なんかもこの辺のネットワークの構築で協力されたそうですが、その辺の話というのはオペレーションズリサーチの起源であったりしてですね、実は我々もこういうところにでこういった危機に際してこういったところを頑張ることによって、例えば情報のコンセプトが変わる、そういったようなこともあり得るのかなというふうに思っております。で頑張ろうというわけなんですけれども、ちょっと今我々は NICT 災害対応システムというのを作っております。でちょっとネットワークが今一つでして、うまくデモができるかどうかちょっと心もとないんですけれども、ざっと見ていただきますと、今回 Twitter 様からご提供いただいたデータですね、例えば宮城県のどこで配給が行われていますかといったような質問をしますと、東北福祉大学と、ちょっと画面がこう映ったり映んなかったりなんで非常に分かりにくいんですが、でTwitter にたどれると。で、ちょっとどれが出てくるかわからないんですが、例えばこれを見ますと、これはちょっと分かりづらくて恐縮なんですが、宮城県で何が不足しているかといったような質問を Twitter に投げたところであります。で非常に膨大な実は情報が上がってきて、著名なところでガソリン等々もありますが、ちょっと出てくるか自信ないんですけれども、例えばこのフィルターっていうのは気仙沼の病院でもって、人工透析用のフィルターが足りないぞと。あるいは珍しいところでは、手話通訳が仙台市で足りなくて困っていると。そういったような、いわばロングテールの要望まで、出てくると。で必要ならば地図上に表示して、その辺の分布を見ることができると。そういったシステムを現在開発しております。でここでまたスライドに戻るのが大変なんですけど、どうしたらいいんだ、これですね。はい、すみません。でそうですね、イギリスの空襲の時は爆撃機の位置だけプロットしていたらいいということだったと思うんですが、今回はありとあらゆることが起きて、ありとあらゆることに対応が求められたということで、ありとあらゆることに情報に関する、情報を集める必要が出てくる、分析する必要が出てくるということだと思います。でここでTwitter 等のテキスト情報を自然言語処理を柔軟に使ってですね処理するということが大事だというふうに思っているわけです。であともう一つ、ここ2週間ばかりやっていたことなんですけれども、Twitter の情報を実際に我々読みました。で読んでですね、かなりの割合で言いっぱなし、あるいは全く対応が取られていないというような情報があった。でこれはTwitter のいいところでもあると思うんですけれども、災害拡散規模といっても届かない時がある。でそこのあたりをあらかじめ質問を登録しておいてもらえれば、その質問の回答として登録されたということがユーザーさんに提供されると。ボットが起動されて、誰それさんのこれこれの質問に対して回答として登録されました。そういったようなテキストが発信されると、そういった枠組みを考えています。でこれによって被災地と救援団体等々のコミュニケーションがよりスムーズになって、より効率的なコミュニケーションができるのか、救援活動ができるのではないかというふうに思っている次第であります。で、あと一つ、これもちろんTwitter 上のデマ風評等々の対策が必要になるかと思いますけれども、ここに関しましてはこの後話があるかと思いますが、東北大学の乾先生のグループと
共同しまして、例えば答えをクリックしますと応答が出て、はい、ありがとうございました。すいません。こちらの対象というのは、個人ですとか、いわゆるその身近な情報というのを得るのが大きいのかなと思いながら聞きました。行政的に確実なところを出せるのは、情報量が大きくなってしまいますので、Twitter ではなく、今度ホームページに出すようになったりしてしまいます。はい、ですから、行政が公の情報として出すものと、あと一般市民がツイートで出したもの、それをやることで、今度別な何か混雑ですとか混乱というのが生じないものでしょうかというのはちょっと懸念したんですが、いかがでしょうか。ですね、まず、現在これツイッターに対して適用いたしましたけれども、ウェブ等も収集しておりますので、例えば地方自治体さんが発信されておられる情報というのも、あれの上にオーバーラップする形でより信頼のおける情報という形で提供することは可能です。でもう一つはですね、そのパニックが起きると。で例えば物資の集積場所を公開することによってパニックが起きると、そういった事例も多々お聞きしておりますけれども、例えばそれに関しましても現在の状態がどうなる、もう人が殺到していてこれ以上人来られてもどうにもならない、そういったような、より時間の経過を経た後の最新の情報も合わせていきます。そういったことも検討しております。でそれは最終的な解決になるかどうかというのは今後の検討を待たなければいけないかと思いますけれども、とりあえずの対策としてはそういうことを考えている。それでは村井先生。処理時間とか計算量。はい、今実はサービスはサーバー1台でやっております。でクラスターを持っておりますので、数百台のクラスターであればほぼリアルタイムでやっております。